はい、皆さんこんにちは。今回はですね、急減圧の対応、これをやっていこうと思います。デコンプレッション、急減圧という言葉を聞いたことがあるでしょうか？ないでしょうね。ほとんどの方がね。航空機っていうのは常に機内は加圧された状態で、機内高度を低く保たれています。というのは、機内高度が高いと有効意識時間、人間はですね、今3万5000フィート飛んでいるんですけど、3万5000フィートに身を置くと、意識がなくなってしまうという現象があるんですね。これが有効意識時間っていうんですけど、高度に応じて意識を失うまでの時間が、ある程度決まっているんですけど、こんなにね、3万5000フィート、4万フィートに至ると、減圧が起こると、そこから数十秒で意識がないというような状態にね、陥ってしまいますんで、それに対応すべく、急減圧が起こった時の対処というのをパイロットはね、常にやっているわけです。このシステムページを見ていただくと分かるんですけど、現在ですね、デルタ P8.4、8.4psi で加圧しています。そしてキャビンアルトが6000フィート。実際は3万5000フィートを飛んでいるんですけど、皆さんが過ごすキャビンの中は6000フィートというかなり低い高度に設定されているということになります。これがですね、この加圧状態から一気にね、どっかの穴から空気がブワッと漏れて、一気にこの加圧がなくなった場合、減圧状態になった場合に、このキャビンアルトが現在飛行高度にブワーって上がっていくんですね。3万5000フィートになります。そして、人間、この航空機に乗っている人間の体も3万5000フィートの空気にさらされて意識がなくなったりするんですね。これをなるべく避けるように、至短時間で手順をパパパパパッとやって安全高度に降りるっていうのをね、パイロットは常に訓練します。これをね、キャビンアルチチュードというチェックリストを行うわけなんですけど、航空機には早くやらなきゃいけない手順にはメモリーアイテムというものが定められていまして、ボーイング777には10個のメモリーアイテムあるんですが、このキャビンデコンプレッション、この対応についてはそのうちの一つになります。なので、今日バタバタバタとなるかもしれないんですけど、急減圧が起こった際は、パイロットがこういうふうにして皆様を安全な高度へと持っていくというふうなね、ことをやっているというのをね、知っていただけたらいいなと思います。現在高度はね、3万5000フィートにて新千歳空港にね、向かっておりますから、かなり高いですね、高度はね。これでね、急減圧が起こったら嫌ですよね。これはね、ゲームなので安全ではあるんですけど、実機で起こるとね、かなり嫌な状況ですよね。このね、PMDG777 はその状況を模擬できますから、これをね、今からセッティングしてやっていこうと思います。では、セッティングしていきます。セッティングについては、このメニューボタンをまず押して、PMDG セットアップ、で、エアクラフト、で、フェイリアス、故障ですね。で、エアコンディショニング。これね、今エアコンディショニングのシステムページ開いているんですが、エアコンディショニングに関するトラブルと。で、プログラムされたやつなので、プログラムと。そして5分の5ですね。5ページ目を開くと、ラピッドデコンプレッション、急減圧というのがありますからね。これでね、急減圧を模擬することができますと。アームにして1分後に急減圧が起こりますよで、これでエクスキュートします。ということでね、今から1分後に急減圧が起こるということになります。分かってても嫌なんですよね。一応システムページを開いておこうかな。やっぱり閉じておきましょうかね。これでね、システムページを閉じて、1分後に急減圧が起こりますから、どういった感じになるのかっていうのをね、見ていただこうかなと思います。あとね、30秒ほどありますね。では、5秒前に移ります。あとね、5秒ほどで急減圧が起こるんですけど、分かっていても嫌ですよね。どうでしょう。どんな感じなのか。マスターウォーニング。キャビンアルチチュード
キャビンアルチュー出ました。キャビンデコンプレッション。マスクオン。先にね、酸素マスクをかぶります。酸素マスクをかぶって、右席とコミュニケーションをエスタブリッシュしますね。聞こえてますか？聞こえてますよ。ということで、チャックキャビンプレッシャリゼーション。現在のキャビンアルトが35,000フィート。これはね、もうコントロールできてないので、アンコントローラブルですね。アンコントローラブル。じゃあ、デコンプします。エマージェンシーディセントですね。デコンプじゃないですね。エマージェンシーディセント。エマージェンシーディセント。エマージェンシーディセントとね、PA して、で、コードを下ろしていきます。コードをザザザザザと下ろして、フライトレベルチェンジ。で、コードを下ろしますね。ヘディングセルにして、ヘディングを060に向けますね。これによってエアウェイを飛んでいる航空機とぶつからないようにエアウェイから外れますね。でスピード284、現在284ですが、このまま行きましょう。スラストをアイドルにして、スピードブレーキをオープンにして、ドラッグをつけます。で、再度、コードを安全コードにリセットし直します。1万フィート、ヘディング060。284フィートですね。で、ホールド。速度を300ノットまで加速していきます。右席はですね、パッセンジャーオキシジェンのマスクを落としますね。で、シートベルトをオンにして、ライトをつけます。で、スコープを7700。ここまでがね、メモリーアイテムになります。で、チェックダメージ。ダメージないので、増速して早く降りていきますね。で、ここでね、エマージェンシーコールします。メイデーコールをして、で、QNH をリセットしますね。プリセットしますね。2992。実際にね、メイデーコールしますね。で、ここで、キャビンアルチチュードチェックリスト。で、チェックリストを開いていきます。ダンザーオキシジェンマスク。やりましたね。エスタブリッシュクルーコミュニケーションズ。やりましたね。チェックザキャビンアルチュード&レイト確認しましたね。キャビンアルチュード is uncontrollable。uncontrollable でしたね。パッセンジャーオキシジェンスイッチをプッシュオン&ホールド for 1 seconds 押しましたね。アイテムをオーバーライドしますね。without delay, descend to the lowest safe altitude は10,000 feet, whichever is higher。1万フィートに下ろしてます。if structural integrity is in doubt, limit speed and avoid high maneuvering road。今ね、なるべく早く下ろします。Descend to VMO、MMO。今ね、加速していますね。チェックリストコンプリート。キャビンアルチュードチェックリストコンプリート。じゃあ、キャスメッセージ。キャビンアルチュード。キャンセルメッセージ。ということでね、メッセージをキャンセルします。今ね、コードは22,000フィート。330ノット。360ノットまで出せますからね。330にして、さらに加速してコードを下ろしていきましょう。スピードブレーキ開いてますね。このような状態で、緊急降下をしているわけですね。今、チェックリストをバンとね、メモリーでやって、チェックリストで抜けがないかを確認しつつ、安全コードにね、3時間で降りるというような状態ですね。まもなく18,000フィート。もう、速度はね、もう見ていただくと分かるんですけど、VMO、ギリギリのところまでね、速度を出します。一気にね、スピードブレーキを使ってドラッグをつけて、ガンとね、コードを下ろしている状態ですね。こういった時には、テレーナが表示しつつ、テレーンを表示しつつね、周りの山とかもね、気にしながらという形ですね。R となりましたので、スピード250にします。250。これでね、もう1万フィートに向けて、降下は継続している状態です。さらに、速度を減することによってアイドルになってますね、現在ね。Insufficient fuel。これはね、経路から外れてるからですね。で、減速しつつコードは1万フィートに向かっていると。1万フィートで安全コードなので、安全コードに到達したら、皆さんはね、意識を失うことなく過ごすことができるということですね。もう間もなくですね、あっという間ですね。35,000フィートからね、ここまで本当にあっという間でしたね。こういう感じで、パイロットは、急減圧が起こった際には、意識を失うことなくね、ちゃんと
安全に着陸できるように、このような操作をしてアゼコドに到達させるというような手順をやっております。本当にね、初めから、5分ぐらいの実際のプロシージャーとしては3分ぐらい、3分ぐらいでね、酸素マスクを吸いつつで効果をガッとするというね、こういう手順があるんですね。あってはならないんですけどね、こういう風にして急減圧が起こった際はパイロットはこのようなプロシージャーをして、でここからね近い空港に降りて、皆様を安全に降機させるという風なことをやっております。安全高度に達してよかった。かなり低いですね。35,000フィートではね、地上のものがこのくっきり見えていなかったのが、こういったね1万フィートまで降りてきました。今回はね、急減圧の対応、エマージェンシーディセント、これをねやってみましたけど、いかがだったでしょうか。また、いろんなねトラブル対応含めて動画を出していきますので、またよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。では失礼いたします。